こんにちは、かなおです。今回は、正史では認められていない、正史以前に存在したと言われる超古代文明について考察してみます。皆さんは、グラハム・ハンコックという人物をご存知でしょうか。全世界で700万部超の神々の諮問という大ベストセラーを表したジャーナリストです。彼は、現地調査をしながら科学的に失われた文明があったと主張している人物です。学術的には否定されているのですが、多くのファンが存在します。日本では、1996年に翻訳版が出版されています。内容については突っ込みどころ満載ですが、この書籍が世界中の人々に超古代文明の存在を意識させたのは間違いないと思われますし、考古学者と呼ばれる人たちとは違う観点から歴史に取り組んだところなどは素晴らしいと思います。今年2021年には人類全史という本を出されたようです。私はまだ手に入れておりませんが、現世人類であるホモ・サピエンスは20万から10万年前にアフリカで誕生したと推定されており、アフリカを出たのが6万年前と言われています。これは人類の遺伝子解析から推定された数値となります。ただし、あくまで現世人類であるホモ・サピエンスに限っての話です。現世人類より脳の容積が大きかったとされるホモ・ネアンデルターレンシス、いわゆるネアンデルタール人やそれ以外の人類については別の機会に譲ります。6万年前というと氷河期の最中で、海表面は現在より100メートルから130メートル低かったと思われ、大陸も島も今より大きく、多くは地続きとなっている状態でした。日本列島もカムチャッカ半島から朝鮮半島、台湾、大陸と地続きだったと考えられています。アフリカとユーラシア大陸もスエズ以外のジブチ、エリトリアあたりでは地続きだったと思われ、エチオピア付近に生息していた現世人類は、おそらくはここからアラビア半島に渡ったルートと、ナイル川を下って地中海沿岸に出たルートの2つで、ユーラシア大陸に進出したものと思われます。大陸の多くは氷河に覆われており、北半球ではユーラシア大陸の北緯39度以北の多くは巨大な氷河に覆われていたと推定されています。欧州大陸はほとんどが氷河に覆われ、北米大陸も土大湖を越えて氷河が形成されていました。つまり、人が暮らせる地域は今より狭まっていたが、陸地も広かったということになります。そして、文明が起きていたとすれば、高地より海に近くなだらかな平地が多い海岸線に近い土地だと想定されます。つまり今は海の底の可能性が高いです。アフリカを出たのが6万年前としても、現世人類なわけですから、我々と同じだけの知能は持っていたわけで、この知能を持った人類が、数万年の間、何も文明を持たず過ごしたとは考えにくいと思われます。現に考古学的な発見は今も続いており、約1万1500年前の神殿と思われるトルコのギョベックリテペ巨石遺跡、さらに1000年古いと思われる約1万3000年前の定住集落跡、ボンジュクルタルラ遺跡なども発見されています。ボンジュクルタルラ遺跡については2020年に発見されていますので、まだ速報と言って良い段階ですが、狩猟採集時代と言われていた1万3000年前に、すでに定住集落があったという証拠であり、さらなる調査が待たれます。また、2016年には、カナダのトリケット島で、1万4500年前の定住の痕跡が見つかったという情報もあり、従来から言われていた定住が始まった時期は、どうも怪しくなっています。今まで、遺跡や痕跡が見つからなかっただけだと思われます。日本で見つかった三内丸山遺跡に関しても、従来は、狩猟採集で定住などしていなかったと言われていた5900年前の縄文時代から定住し、大規模な集落を形成しており、建築物も大規模で、
高床式建物、巨大なボールをも持っており、独自の尺度、縄文尺なども持っていたようです。高度が 6.5 から7もある翡翠を加工しており、現地からの産物も見つかっています。縄文時代の通説を覆す文明があったことが確実となってきています。日本海を越えて、シベリアや沿海州、北海道、北陸地方と交易を行っていた証拠も見つかっており、造船技術も組織力も従来の想定より進化していたのは間違いないでしょう。縄文以降では、今のところ巨石以降は見つかっていないことになっておりますが、今まで数千年前と推定されてきた世界の巨石遺跡も、実はもっと古いのではないかという説があったりします。木や草、骨などの有機物は、炭素年代測定により、いつ頃のものか、ある程度予測ができるようになってきていますが、石はそうはいかないのです。巨石と一緒に、木片や木製品、骨が出てきたからといって、同じ時代とは限らないわけです。皆さんがよくご存知のピラミッドについても、いろいろと説があります。正直、ピラミッド自体の年代はわからないのが事実です。周囲の発掘品やピラミッドに書いてあった落書き、周辺から出土した彫刻文字などの解読結果などから推定されているだけです。技術的にも解明できていないことは多数あります。大沼にある高度7の硬い花崗岩の棺と言われる石をどう加工したのか、25,000トンもある石をどう運んで積み上げたのか、諸説はあるものの完全解明はできていません。つまり今言われているより以前から存在している可能性はあるわけです。ここ数十年で多数見つかってきている海底遺跡が、おそらく超古代文明解明の手がかりになるであろうと思います。与那国島の海底巨石については、遺跡かどうかの議論があり、学会的には、ほぼ遺跡でないという方向に向かっているようですが、もっと調べていただいた方が良いとは思います。もっと決定的なものが存在する可能性はあると思います。定説は次々と覆されており、超古代に文明があったとしても、全くおかしくはない状況になっていると思います。少なくとも、現代の科学をもってしても解明ができないものがある時点で、我々の文明とは違う進化をたどった文明があったと思われます。知識の伝承も行われていないので、一時的に退化したのは間違いないでしょう。高度な文明を保てていれば、知識の伝承にも成功しているはずです。特に、世界各地に残る巨石文明については、加工方法や運搬方法など、高度な知識と技術があったと思われますが、それらは伝承されていません。伝承が行えなかったということは、異常な最後を迎えた可能性が高いと思われます。世界各地に残る洪水伝説は、実際にあったのではないでしょうかね。グラハム・ハンコックさんは、神々の指紋では、南極に存在した高度な文明の生き残りが、高度な建築物を残したという見解を示し、今回の書籍、人類全史では、アメリカ南北大陸が高度な文明の中心地だったと主張を変えてきているようです。前作から25年経っており、その間に、いろいろと現地を回って調べられた結果、新しい証拠が見つかり、主張が変わったのでしょうから、特に悪いとは思いません。カナオは以下のように考えています。最新の地球科学、地質学などから12,800年前に極端な寒冷期が1200年間続いたことが分かってきました。それが氷河期が終わる直前に起きた極端な寒冷期ヤンガードリアス期にあたります。これはヤンガードリアス彗星を中心とする彗星群が地球に衝突したために発生したと言われており、彗星の破片が落下したと思われる痕跡が欧州や中東、北米で発見されています。彗星が空中で爆発した後に世界中に散乱しながら落下したようですが、実はこれは1回ではなく複数年間にわたって何度も彗星群が落下したのだとされています。この時期に急激な寒冷化が始まり、1200年もの間、それまでの氷河期以上に極端に寒い期間が続きました。これにより海表面の一時的な上昇と、おそらく核の冬と言われる現象も起きたのだとされています。
彗星が地表に落下したことにより、氷河を溶かし、粉塵が大気圏を舞い、太陽光を遮断したのでしょう。北米や欧州の大氷河に落下した彗星は、氷河を溶かして河川に大洪水を巻き起こします。河川の周辺に作られた文明は洪水で崩壊し、その後に起こった極端な寒冷化で人口は激減したのだと思います。海表面も多少は上がった可能性があります。彗星落下の直接的な影響を受けなかったアジア、アフリカ、南米の文明も全地球的な寒冷化で大打撃を受けます。寒冷化は実に1200年も続いたのです。この時期、北米で多くの哺乳類が絶滅しています。これは以前は原生人類が北米に進出したために大量絶滅が起きたという仮説が有力でしたが、移動したであろう人類の数と絶滅した動物の種類や数を考えると、それはありえないという反論も出ていました。ただ、原生人類による絶滅を要因とする以外の要因が見出されなかったので、この説が有力だったのですが、彗星激突の証拠が見つかり始めると、流れが変わってきます。今では、彗星激突による哺乳類絶滅説が有力となってきています。比較的温暖な地帯で繁殖していた哺乳類の多くは、急激な寒冷化で命を落としたのです。その後、地球は温暖化に向かい、現在の間氷期に入ります。実は、この急激な温暖化も、何らかの外的要因があったのではないかという説が有力です。そのため、海面上昇もかなり急激だったのではないかと言われており、これも洪水伝説の元になっている可能性があります。外的な要因とは、これも宇宙からの隕石の落下です。この時の隕石落下は、寒冷化で凍りついた海に落下し、水を温めたのではないかと言われています。これは、ムーの3月号に記載されておりまして、まだ学術的には認められていないようですが、急激な温暖化を説明するには、やはり外的要因が必要なようです。それほど急激な温暖化だったようです。急激な温暖化が起きたのは、地層や氷床コアの分析で、ほぼ間違いないようです。カナオは、欧州や中東、北米の洪水伝説はヤンダードリアス彗星によるもの。アジアの洪水伝説は、温暖化の時の洪水伝説と分かれるのではないかと思っております。そして、12,800年前から1200年間続いた寒冷期は、11,600年前頃突然終わり、温暖な間氷期が始まります。しかも、間氷期の始まりは今より暖かく、海上や地表の氷が一斉に溶けます。そのため、今度は海表面が120メートルも上昇し、多くの文明の痕跡も海中に没しました。そして、ここから人類の急激な発展が始まります。多くの人命が失われ、文明は崩壊しましたが、生き残った原生人類は、温暖な気候となるや、人口を増やし始めます。1200年の寒冷化により、食料不足に陥り、集団で生き延びられる状況になく、家族、小部族単位で生き延びたのではないでしょうか。そのため、過去の文明の知識などの多くは、失われていたことでしょう。ただ、命に関わる知識の伝授と伝承は受け継がれたのでしょうね。それが洪水伝説です。しかし、原生人類であり、我々と同等の知能を持っているわけですから、自然が味方につけば繁栄を始めるのに、そう時間はかからなかったのでしょう。全世界で次々と文明が新たに勃興します。縄文文明やギョベクリテペなどを作った文明などです。縄文文明は山内丸山遺跡において栗の木を栽培していたことが判明しており、狩猟採集というより果樹栽培農耕文明とも呼ぶべき文明です。栽培に適した穀物類は見出せなかったのかもしれませんが、栽培に適した果樹を栽培することはできていました。日本列島に、阿波やきび、冷えや米、小麦などの栽培に適した穀物が自生していれば、穀物の栽培が日本列島で始まった可能性はあるでしょう。バルト海で9000年前の住居跡が発掘され、九州の海底で8500年前の縄文土器が発掘されています。
北米大陸でもミシシッピ川流域で先史時代の遺跡が次々と見つかっており、中には9000年前のものも発見されています。間氷期に入るや生き残った人類の水没せずに残った巨石以降の再活用が始まるのではないでしょうか。エジプト文明はピラミッドを利用し暦を作り、正確な方角を知ったのでしょう。暦を使って農耕による統治を進め、中米ではオルメカやマヤが巨石以降から同じく暦を手に入れたのではないでしょうか。それが農耕に役立ったのでしょう。マヤの最初期のオルメカ文明は、石像の顔は明らかにネグロイドですが、翡翠を作った人々の顔は、モンゴロイドやコーカソイドに似ている気がします。石像は、超古代文明の残したもので、翡翠などは、その後に没効した人たちが制作したのではないでしょうか。エジプトも同じです。ギザの三大ピラミッドとそれ以外のピラミッドでは、出来が全く違います。三大ピラミッドを真似しようとして失敗続きだったのだと思います。しかも、崩壊の速度も全く違うと思います。つまり、超古代文明が存在したのは間違いないと思います。欧州の列石などもその流れでしょう。巨石以降の多くは超古代文明のものだと思います。だから、使い道がなかなかわからないのではないでしょうか。ただし、巨石以降の多くは、方角や天文の動きを反映していることが多く、暦を作る上で大変便利です。それを、古代の人たちは利用したのだと思いますが、真の用途は、まだ解明されてはいないのかもしれません。それに、多くの巨石以降は、海の底に眠っていると思います。日本列島にも、巨石のご神体や破壊された巨石建造物などが水没せずに地上に残っています。文字が刻まれたものも残っています。きちんと調査すればいろいろ分かってくるのではないでしょうか。そんな頭の柔らかい学者さんがたくさん出てくると嬉しいのですけど、権威を持った人が邪魔しているような気もします。超古代文明は間違いなく存在したと思います。超古代文明の共通点は巨石以降だと思います。巨石を今の我々より自在に扱っていたのは間違いないでしょう。共通点があるということは、超古代文明人は世界的なネットワークを持っていた可能性もあります。我々は巨石を扱いきれなかったので、金属やレンガ、コンクリートなど材料を作り出して使うことに長けた文明として進化しました。そのため、巨石を無理に使う必要がなかったのでしょう。皆さんはどう思われますか？カナオの説はあくまで個人の勝手な説です。今回の動画はいかがでしたでしょうか？もしよろしければチャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。